ようこそタイブログレジオへ。田んぼの真ん中に置かれた巨大な三日月のセットに座ってですね、完璧な笑顔でインスタ用の写真を撮っている自分を想像してみてほしいんです。よくある観光地のリゾート風景ですよね。そうなんです。風光明媚な景色とか美味しいコーヒーがあって最高のバケーションのひとときですよね。でももしその数十分後にですね、自分が今立っているこの同じ大地が人類の近代史において最も悲惨な建設プロジェクトの犠牲者たちの骨を隠している場所だとしたら、あなたはどう感じますか？その風景をどうやって消化すればいいのか一瞬わからなくなりますよね。今回はですね、複数の旅行ブログの記録を情報源としてタイ西部のカンチャナブリ県という場所を深掘りしていきます。ここはただのおすすめ観光スポットではないんですよ。大自然とか古代からの信仰、そして重く生々しい戦争の記憶が信じられないほどのコントラストで同じ場所に同居しているんです。カンチャナブリはバンコクから西へ車で数時間ほどの距離にある山と川に囲まれた地域ですね。情報源となる Vlog の映像を見ていると、旅行者がいかにしてこの極端なレイヤーの層を行き来しているかがよくわかりますよ。はい、ではこれを紐解いていきましょう。今回のミッションは Vlog に記録された単なるスポット紹介をなぞることではありません。美しい景色の下にある地質学や歴史、心理的なメカニズムを解き明かして、あなたが次にどこかへ旅する時の物の見方を根本から変えるようなアハ体験を提供できればと思っています。いいですね。まずはどのレイヤーから見ていきましょうか。 Vlog の冒頭に登場する圧倒的な自然のスケールから入りたいと思います。ジャイアントツリーと呼ばれる樹齢100年を超えるモンキーポットの巨木ですね。あれは本当に映像でも圧倒されますよね。そうなんですよ。大人10人が手をつないでも勘を囲めないほどの異常な大きさで、枝葉がまるで一つの森のように広がっていて、なんか単なる大きな木として片付けられない凄みがありますよね。この木の存在自体がですね、この地域の歴史の生き証人として機能している点が重要なんです。生き証人ですか？100年以上そこにあるということは、私たちがこれから触れる近代の戦争も現代のカフェ文化も全てこの木が根を張った後に起きた出来事なんですよ。なるほど。巨大な自然の前では人間の営みがいかに短いサイクルで変化しているかが浮き彫りになりますよね。確かにそのスケール感で考えると見方が全然変わりますね。深い根を張る巨木への畏怖の念がこの地域ではそのまま信仰へとつながっているように感じます。次に Vlog が映し出すのはタムスア人、いわゆる大河洞窟人です。隣する中国建築様式の顔の井洞窟寺院も印象的ですよね。はい、山頂には9階建ての仏堂がそびえ立っていて、ブッダのシャリが収められているんです。下には巨大なルアンポーチンプラタンポンという仏像が鎮座していて、病気を治すと言われる神聖な井戸水まである。ここまでは非常に厳高でスピリチュアルなタイの伝統的な姿ですよね。そうですね。信仰の深さが伺える場所です。でも私が一番混乱したのはこの直後なんですよ。と言いますと？仏堂からの絶景を映したわずか数分後ですよ。 Vlog のカメラはミーナカフェっていう超現代的なカフェに切り替わるんです。先ほどおっしゃっていた三日月のセットがあるカフェですね。そうなんです。広大な田んぼの中に人工の三日月のセットがポンと置かれていて、そこで若者たちが伝統的なタイ衣装を着てフラペチーノみたいなものを飲みながら一生懸命インスタ映えするポーズを決めてるんですよ。ナショナルジオグラフィックの古代宗教のドキュメンタリーから突然 TikTok のインフルエンサーの動画にチャンネルが切り替わったような激しいギャップを感じました。これ神聖な祈りの場とのコントラストが強すぎて少し奇妙に感じませんか？西洋的あるいは日本的な感覚からすると、生と俗があまりにも近すぎて戸惑うのはよくわかります。でもですね、タイの文化システムにおいてこれは全く矛盾していないんですよ。そうなんですか？はい。ここで理解すべきメカニズムは、タイ文化におけるタンブンとサヌクスという2つの概念の関係性です。タンブンとサヌック。タンブンは徳を積むこと、つまり信仰や祈りの行為ですね。一方でサヌックは楽しむこと、遊び心を意味します。これをちょっとスマートフォンの構造に例えてみましょうか。スマートフォンですか？なるほど。タンブンは
バックグラウンドで常に動いていて、社会全体を安定させているオペレーティングシステム OS のようなものです。対してサヌックはカラフルで楽しく、人々が日常的に直接触れるユーザーインターフェース UI のようなものなんですよ。ああ、なるほど。アプリで楽しく遊んでいる、つまりサヌックだからといって裏で動いている OS の短文を無視したり軽視しているわけではないということですね。その通りです。寺院で真剣に祈るという OS のプロセスをしっかり完了させたからこそ、直後にカフェの三日月のセットで全力で写真を撮るという UI の楽しさが成立するわけです。へえ。彼らにとって神聖さとポップカルチャーは対立するものではなく、見事に共存して同じシステムの中でシームレスに機能しているんですよ。だからあんなに自然に仏塔からインスタ映えスポットへと移動できるんですね。すごく腑に落ちました。では地表にあるそのカラフルな UI から今度はハードウェアそのもの、つまり地下深くへと視点を移してみたいと思います。カンチャナブリのもう一つの顔である洞窟ですね。ええ、この地域は石灰岩の地質が特徴で無数の洞窟が存在していますからね。 Vlog ではワット・タムカオプン寺院の洞窟が紹介されていますね。はい、700年の歴史を持つ洞窟で、中には古い涅槃仏が安置されています。かつてラーマ5世も訪れて紀行文に書き残したという非常に神聖な場所ですよね。杖やガジュマルの根のように垂れ下がる鍾乳石もあって、光を当てるとダイヤモンドのようにキラキラと輝く石の結晶が美しい場所です。そうなんですよ。あとかつてここにはワニの形をした石があったそうですが、何者かに盗まれてしまったというエピソードや、ルーシーと呼ばれる仙人が瞑想を行ったとされる神秘的な小部屋も語られています。まさに地質学と歴史のタイムカプセルですよね。長い歴史の中でいろいろなものが重なり合っている空間です。でも書き換えられたといえば、私がこの Vlog を見ていて最も衝撃を受けたのが次の事実なんです。この神聖な瞑想の場である洞窟、なんと第二次世界大戦中には日本軍の軍病院や医薬品の保管庫として使われていたそうなんです。ええ、歴史的な事実として記録されていますね。正直これには頭が追いつきませんでした。ただの神聖な祈りの空間に突然軍の病院という生々しい近代史が入り込んでくる。空間の意味がこんなにも劇的に変わるものなんですね。どうなったらそんな風に姿を変えられるんでしょうか。ここで本当に興味深いのは、感情的な側面を一旦脇に置いて、純粋な地質学と物理学の視点から考えてみることです。石灰岩の洞窟っていうのは分厚い岩盤に守られているため、上空からの爆撃に対して天然の要塞として機能するんですよ。なるほど、防空壕になるわけですね。ええ、さらに重要なのは温度です。温度ですか。はい、洞窟の内部は年間を通して温度が一定に保たれますよね。熱帯のタイにおいて医薬品を劣化させずに保管し、負傷兵を過酷な暑さから守るためにはエアコンのない時代において洞窟は最も合理的な選択肢だったんです。つまり修行僧にとって外界から遮断され涼しく静かで安全の場所という物理的な条件が、そのまま軍隊にとっても最高の防空壕であり野戦病院になる条件だったということですか。そういうことです。地形や地質がその場所の運命を決定づけたわけです。人間の側の神聖な場所だからという意味づけは、戦時下の物理的な生存競争や軍事的な合理性の前では用途をいとも簡単に変えられてしまうんです。僧侶が瞑想していた同じ岩壁の下で傷ついた兵士たちが治療を受けていた。地質が歴史を引き寄せてしまったんですね。はい。そしてその軍事的な利用の歴史はそのままこのカンチャナブリという土地に刻まれた最大の戦争遺跡の話題へとつながっていきます。 Vlog はここで対面鉄道の旅へと私たちを連れ出します。シノ鉄道デスレールウェイとして世界的に知られる路線ですね。ええ、面白いのが Vlog の冒頭のトンブリ駅での切符を買うシーンです。タイ人は35バーツ、外国人は100バーツという運賃の違いが明確に記録されていました。二重価格制、いわゆるデュアルプライシングですね。観光客から見れば不公平に感じるかもしれませんが、これには経済的なメカニズムがあるんです。ほう、どういうことでしょう。タイの一般市民にとってこの鉄道は今でも重要な生活の足なんですよ。
彼らの平均的な収入に合わせて交通インフラを維持しつつ、観光資源としての価値を外部から来る旅行者に負担してもらうことで、システム全体を成り立たせているわけです。なるほど。生活インフラと観光アトラクションが同じレールの上を走っているわけですね。しかしそのレールの歴史はあまりにも重いです。Vlog では特に建設が困難で危険だったタムクラセイの区間を列車が走ります。クエノイ川沿いの切り立った崖にへばりつくように作られた400メートルの木造参道橋ですね。はい。さらにその後、有名なクエ川鉄橋、言わず戦場に架ける橋を歩いて渡るシーンへと続きます。第二次世界大戦中、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダなどの連合軍捕虜と多くのアジア人労働者が日本軍の指揮下でこの鉄道建設に従事しました。ジャングルと固い山を切り開いていくという過酷な労働ですよね。重機もない時代には通常何年もかかるはずの工事が信じられない異常なスピードで進められた。なぜかというと、枕木一本が命一つと言われるほど過酷な環境だったからです。病気や栄養失調、過労によって約10万人もの人々が犠牲になったという事実が近くの第二次世界大戦博物館の記録とともに Vlog でも紹介されています。崖を削り取る手作業の痕跡や当時の爆弾、列車、そして痩せ細った捕虜たちの記録は単なる歴史の教科書の記述ではなく、そこに生身の人間がいたという圧倒的な事実を突きつけてきますよね。ここで私はあなたに直接問いかけたいんです。今私たちは Vlog を通してスリル満点の崖沿いの鉄道や美しい川の絶景を楽しんでいますが、それが無数の命の犠牲に上に成り立っていると知ったとき、その風景はどう見えるでしょうか。難しい問いですよね。美しさと悲劇を私たちはどう同時に受け止めればいいのでしょうか。この矛盾をどう処理すればいいのか、本当に戸惑いました。それはダークツーリズムを経験する全ての人が直面する非常に健全な葛藤だと思います。ただ、ここで視点を少し変えてみましょうか。もしあの場所で誰も風景を楽しまず、ただひたすらに重苦しい慰霊の場としてのみ保存されていたらどうなるでしょうか。おそらく日常から切り離されてしまって限られた人しか寄りつかなくなるでしょうね。その通りです。ダークツーリズムの観点から言えば、悲惨な歴史を直視し記憶することが現代の平和の尊さを学ぶ場として機能しているんです。あのスリルや美しい景色という体験があるからこそ世界中から人が集まるわけです。なるほど。そして列車が揺れる物理的な感覚や崖の険しさを自分の肌で感じることで、ここで労働を言えることがどれほど過酷だったかという歴史のリアリティに突然アクセスさせられるんです。風景の美しさや観光としての楽しさが実は悲劇の記憶を風化させないための入り口として機能しているということですか。日常の楽しみと非日常の悲劇が交差するこの場所で感じる戸惑いそのものが、過去の過ちを現代につなぎ止め、平和の尊さを学ぶための最も強力なプロセスなんですよ。観光地としての魅力があるからこそ、私たちは歴史の記憶と向き合わされるわけですね。そう考えると、あの列車の窓からの景色も違って見えてきます。ただこの Vlog、私にもう一つ感情のジェットコースターを強いてきました。何でしょうか。重い戦争博物館のシーンの直後に、何のクッションもなく地元のレストランで巨大な魚を丸揚げにした料理をバクバク食べるシーンに切り替わるんですよ。食への移行の速さは旅行 Vlog ならではの構成ですよね。さっきまであんなに重い歴史の話をしてたのに、もうご飯のテンションなのって感情が追いつきませんでした。でも登場する料理の迫力を見てハッとさせられたんです。クエ川鉄橋のすぐ近くの美しい景色を望むレストランでの食事でした。ゲインソムペッサプラチョンですね。はい、巨大なプラチョン、雷魚ですね。これを丸ごとドーンと揚げて、酸味と辛みのある強烈に濃厚なスープに入れたダイナミックな料理です。さらに具材たっぷりの濃厚で美味しい宝木タレー、シーフードカレーも並んでいました。タイ料理の真髄ですね。ハーブの香り、唐辛子の辛さ、魚を丸ごと揚げる調理法、これらは全て人間の味覚と胃袋に直接訴えかける刺激です。そうなんです。この映像を見たとき、歴史の荒波を泳いだ後、食事という行為は私たちを現在にしっかりとつなぎ止める最高のアンカー、イコリになるなと実感しました。まさに歴史的悲劇の舞台であった場所が、今では地元の人々や旅行者が美味しい料理を囲み笑顔で過ごす生命力に満ちた場所になっているんですよね。悲劇の歴史のすぐ隣で、こんなにもエネルギーに満ちた食事が日常として消費されている。この回復力こそが場所が持つ最大の魅力だと思います。
過去を記憶する空間と現在を謳歌する空間がこれほど密接に重なり合っている場所は本当に珍しいですよ。本当ですね。100年の虚偽に宿る深い自然への畏怖、祈りとインスタ映えが同居するタイの文化システム、物理的な条件から軍事利用された洞窟、秀樹の記憶を現在につなぐ崖っぷちの鉄道、そして全てを今の生命力へと昇華させる強烈な食。これら全てのレイヤーが同じ場所に重なり合ってカンチャナブリという得意な空間を作り上げているんですね。今回の深掘りを通してあなたに少し考えてみてほしいんです。あなたが普段何気なく訪れている美しい観光地や地元の風景、その足元にはどんな予想外の歴史のレイヤーが隠されているでしょうか。そうですね。身近な場所でも視点を変えれば新しい発見があるはずです。崖にかかる橋や静かな洞窟、あるいは古い扇を見かけた時、ほんの少し深く掘り下げてみてください。きっと世界が違って見えるはずです。もしよろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you for listening today. Tune in next week. Tune in next week. Bye bye.